こんにちは。今日は中途半端に残った糸を使ってとても簡単なバッグを作っていきます。普段は底を編んで側面を編んでいってでハンドルを作るんですが、今回は底もハンドルも作らなくていいのでとても簡単です。まず往復編みで帯状に作って、それを半分に折って両端を細編みでつなぎます。ちょっと縁を編んで、そこにこの既製品のストラップをつけます。先端がクリップ式なので簡単につけることができます。これはダイソーさんのバッグ用ストラップ。長さは40センチ、幅はだいたい 1.5 センチぐらいで、必要であればマグネット式のボタンをつけるといいかもしれません。これは四隅を糸で縫うタイプです。で、糸を紹介します。家に残っている糸で合わせていきます。これは24年のプリズムライン、色はブルー。これでカーディガンを作りました。自分で考えて作ったので目測が難しくてたくさん残ってしまいました。これは21年のリサイクルコットン。これで前回大きめのバッグを作りました。残った糸で作ったバッグなんですが、残った糸で作ったものにも残ったので、残った糸の残った糸になります。これは22年のカーミンブルーで、これで袖なしのブラウスを作りました。これは22年の UV コットンミックス、色はクリスタルブルー。これも綺麗な光沢がある糸です。これでストールを作りました。でこれとこれを合わせて、こっちとこっちを合わせてでバッグを作っていきます。あとはストラップとマグネットボタンと針は7号。これはお使いになる糸に合わせて適切な使います。あとはマーカーととじ針、あと D カンを使います。まずバッグのサイズを考えます。でイメージしやすい返しがあるので、これで考えてみます。私はだいたい横幅これぐらい、だいたいこれぐらいなんですが、脇を細編みした後にちょっと厚みが出るので、ちょうどこの26センチ、これぐらいで編んでみようかと思います。で深さはだいたい18から20ぐらいにしようかと思います。ちょっと長すぎるようだったら途中で短くします。で今回はこの脇から編んでいきます。脇を続けて編んでいって、それを2つ折りにするので、この好みの長さを2倍します。私はだから36から40センチぐらい、とりあえずそれだけ鎖を編んでいきます。このサイズは好みのサイズにします。もっと大きくしても小さくしても大丈夫です。まず使う糸はリサイクルコットンとプリズムライン。これで編んでいきます。鎖編みをしていきます。このまま必要な長さまで鎖を編んで、それを3の倍数プラス2に当てはめます。鎖を39センチ編んできました。
鎖の数は62、3の倍数プラス2になっています。私はこれぐらいで編んでいって、でもし長いようであればそこでストップして、で2段目を編んでいこうと思います。まず1段目は細編みで編んでいきます。細編みを編むので、鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み、裏返して針から1、2、この盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。で、分かりにくいようであればマーカー、次も細編み、1段目はずっと一つに一つの細編みを続けます。でこのまま細編みを続けて、で好みの長さまで、今鎖が9個残っている状態です。この段階で長さは約38センチ、思ったよりも長くなったので、これぐらいで1段目をやめにしようと思います。好みの長さまでなったら3の倍数を残して2段目を編んでいきます。ちょっと半分に折ってみて、好みの深さであれば2段目を編んでいきます。もっと深くしたいときはもう少し長く編んでいきます。で、今細編みは3の倍数プラス2、私はこれぐらいで2段目を編んでいきます。でこの鎖は必要なくなるので後でほどいて結んでおきます。次も細編みをしていきます。鎖を1つ裏返して、鎖の根元に細編み、次も細編み、次は鎖1つ、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目、1、2、でもう一つ細編み、細編みは2つ連続します。次は鎖、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目、で次も細編み、細編みは2つ連続します。細編み2つの次は鎖、足元1つ飛ばして2つ目、細編みは2つ連続、次は鎖、1、2、これで端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。端の細編みに細編みをします。
これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目も同じ糸で編んでいきます。もし糸がなくなっていたら途中で糸を変えても大丈夫です。次は鎖を2つ、ちょっと緩めの鎖にします。ちょっとだけ緩め、裏返します。で、足元のこの鎖一つで作ったこの小さなスペース、ここに針を入れて長編みをします。まず1つ目の長編み、同じところに2つ目、同じところに3つ目、これで1つに3つ。次も同じ下のこの三角のスペース、長編みを3つ。今回はこの細編みと長編み3つを繰り返していきます。次のこんな模様になっています。このまま端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。端の細編みに長編みを1つ。4段目で糸を変える場合はここで未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで、3本のうち2本から引き抜いて、最後新しい糸で引き抜きます。後ろに添えて新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。新しい糸で編んでいきます。で、糸を変えない場合はこのまま続けて細編み、新しい糸で編む場合、鎖1つ裏返して鎖の根元に細編み、で次も細編み、ここと同じように編んでいきます。これを繰り返していくだけです。で、ここで糸を切らずに次も続けて編んでいくことができるんですが、ほどけそうで心配な場合のためにここで糸を切って、で後で糸始末をしておきます。針で糸始末できる分ぐらい残して切っておきます。でここからは新しい糸でまずここに細編みが2つ、細編み2つ編んだら鎖1つ、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目、さっきと同じです。細編みは2つ連続、また鎖1つ
足元12で、糸がこの糸の方がさっきよりも遅いので少しゆったりめに編んでいきます。で、細編みは2つ連続、次は鎖、編み方はさっきと全く同じです。このまま端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。端の鎖の下から2つ目、1、2、細編みをします。次またここと同じ長編み3つを編んでいきます。まずちょっとだけ大きな鎖を2つ裏返します。またこの鎖1つの下長編み3つ、これで長編み3つ、次はここに長編み3つ、次もこのまま端まで編んでいきます。5段目の端まで来ました。端の細編みに長編みをします。ただここで糸を変えたいので、最後の長編みは未完成の長編みの途中まで、これを新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。で、今までと同じように編んでいきます。鎖1つで細編み、次も細編み、鎖、細編み、このまま続けて編んでいきます。で、またこれを細編みと長編み3つ、次また細編みと長編み3つ、これを繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。最初の細編みを含めて31段編んできました。最後は長編み3つで終わっています。長さは約28センチ。最後に細編みを1段編んでいきます。糸を切らずに続けて編んでいきます。で、今の糸は最初の色と同じ糸。まず細編みを編むので鎖を1つ裏返して細編みを編んでいきます。このまま端まで細編みを続けます。端まで来たら最後は下から2つ目の鎖、これで本体が終わりました。ここで一旦糸の始末をしておきます。で、ここら辺は終わっています。こっちとこっちではなくて、こっちと濃いブルー、色の違うところを結んでおきます。もう一回この糸端を同じ色のところに隠していきます。こっちは薄いのでこの部分、こっちはこっちで隠していきます。でさっき結んだので、あとは簡単に隠しておきます。
で他の糸も隠していきます。で全ての糸を隠します。これが終わったら次は脇を細編みで編んで、袋状にします。今出ている糸を使って脇を閉じ合わせていきます。で今編んだ細編みの表と裏を確認します。この表を表にして、表を内側にして2つに折ります。こっちは外側、こっちも外側を細編みの裏にします。で糸は右側で、この糸を使って細編みをしていきます。でこのまま向こうの細編み、糸を引き出します。ここから鎖を1つ、細編みを編んでいきます。鎖の下の細編み、向こう側の端の細編み、糸を引き出して細編み、次も同じように細編み、次もこのまま端まで細編みを続けます。こんな感じにつながっていきます。最後の細編み、糸を切って、あとはとじ針で始末します。反対側も細編みで閉じ合わせていきます。でこっちは糸がないので、新しい糸、端と端、鎖1つ、細編み、また一つ一つ細編みをして閉じ合わせていきます。で端まで編んだらまた針で隠していきます。両脇とも閉じ合わせて袋状になったら、これを裏返して最後に縁を編んでいきます。スタートするのは脇の目立たないところ、ここぐらいから始めていきます。で新しい糸、私はここと同じ色の糸を使って編んでいきます。
糸を引き出して鎖を1つ、同じところに針を入れて細編みをします。でこの糸端は編みくるんでいきます。で細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。隣にも細編み、今ここに細編みができたので、次はここにしようかと思います。で次はここに長編みがあるので、この長編みに細編みを2つ、次は細編み、ここが長編みで、ここは細編み、この細編みに細編みを1つ、次は長編み、長編みには2つ、目立たないところに入れていきます。もう1つ、次は細編み、細編みのところには1つ、次は2つ、次は1つ、2つ、1つ、これを繰り返して1周します。ここも2つ、1つで、ここはちょっと様子を見て2つぐらいで、また1つ2つと編んでいきます。1周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これで縁の1周目が終わりました。もうしばらく同じように細編みをしていきます。鎖1つ、細編みで、もうしばらく細編みを続けて、それからこの D カンをつけていこうかなと思っています。もうしばらく編んで様子を見ていきます。細編みで2周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。でもうしばらく細編みを編もうかと思っていたんですが、3周目ぐらいで D カンをつけていこうかと思います。まず鎖を1つ、根元に細編みをするんですが、その時にこの D カンを編みくるんでいきます。この D カンは細編みが3つぐらい入ると思います。この中を通って細編み、ここに細編みをするので、ここに D カンを入れて細編み、で細編みが1つ、1つ目にマーカーをつけておきます。でこの範囲に細編みを3つ
入れていくので、まずここに細編みを2つ入れてぐるっと回って、最後にもう1つで全部で3つにします。隣の細編みにもう1つ細編み、これで細編みが2つ。次からは今までと同じように普通の細編み、一つに一つずつ、このまま反対側までここぐらいにつけようかと思います。脇のこの細編み3つ、マーカーをつけておいて、ここでまた D カンをつけます。反対側まで来ました。マーカーのついたところに D カンを編みくるんでいきます。この3つ、次はここ、これで細編みの中に D カンが入っています。次からまた普通の細編み、でスタート地点まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。これが最後の細編み。ここは引き抜いた糸、最後の細編みも D カンを編みくるんでいきます。この D カンの中を通って細編みで、最後の細編み、これで細編み3つ、最初の細編みに引き抜いてつなげます。これで細編み3つ。次の周は全部一つに一つずつ普通の細編みで一周します。根元に細編み、次も細編み、次も、このまま一つに一つの細編みで一周します。ここも全部一つに一つずつでぐるっと編んで、ここまで戻ってきます。D カンをつけた細編みの上を2周編んできました。細編みは全部で5周、長さは約 3.5 センチ。最後にとじ針で始末します。今最後の細編みから糸が出ています。少し長めに糸を切って最後の細編みから糸を抜きます。で、これが最初の細編み、マーカーがついています。最初の細編みの隣、端から1、2、2つ目の細編みに手前から向こうに針を入れます。
で最後の細編み、上から針を入れます。で上の通って細編みの中も通ってでこの今渡した糸が一つに見えるように糸を引き締めます。あとは裏でほどけないように隠します。こんな感じにつながりました。これで出来上がりでいいんですが、今底がこんな感じで、これでもいいんですが、これを内側からちょっと縫ってこんな形にしようかと思います。これは内側から縫うだけなので簡単です。してもしなくてもお好みに合わせて通してもらったら大丈夫だと思います。裏側からで、こっちが底、こっちが脇、この底を分かるようにしてこれを三角に折ります。ここが底の中央、この中央とこの脇の中央を揃えます。で糸は1本で、これが底の厚みになるのでここでもここでも大丈夫です。こっちの方が幅が広くなります。でここら辺にでこの糸端は残しておきます。で何回か待ち針で印をつけても大丈夫です。端まで縫ってきました。このラインを目安にすると縫いやすいかと思います。何度か縫ってまた元の方向に戻ります。元の位置まで戻ったらこれを結んででそれぞれを隠します。同じ色のところに隠します。で隠したら終わりです。反対側も同じようにまずこの底の中央で中央と中央を揃えて
だいたいここを目安にして縫っていきます。この長さとこの長さが同じようになるようにします。両方とも縫ったら裏返して、これで出来上がりです。あとは必要であればこのマグネットボタンを縫い付けます。こんな感じに出来上がりました。マグネットボタンもつけました。で、隅を三角に縫ったので厚みができて、とても可愛いシルエットになりました。で、持つ時にはここが狭くなるのでこんな形になります。厚みがあって丸みができて、とても可愛い形になっています。で、今回は40センチのストラップをつけたんですが、もっと短くしてで持つ感じにしても可愛いと思います。この模様は長編みと細編みでできています。透かしがあるんですが、あまり広くないのでちょうど程よい感じの模様になっていると思います。で、底が広くなったのでたくさん物が入ると思います。色も家にあるもので合わせたんですが、ちょうど涼しげな感じの色合わせになりました。サイズを測りました。上から下までは19センチ、横幅は31、このストラップは40センチ。使った糸はこのストラップとマグネットボタンと D カンを別にして約 160g 使いました。最後までご視聴ありがとうございました。